ねえきなこ、API に JSON 返してって言ったのに、壊れたデータが返ってきたことない？あるある。閉じ括弧が足りなくてパースエラーとか開発者あるあるだよね。しかも長い会話してると最初に決めたこと忘れるし。コストも問題だったよね。簡単な質問にも複雑な推論と同じだけお金がかかってたの。開発者の三大悩みって感じだね。でもね、2026年の初めにアンスロピックがこの3つの悩みをまとめて解決する大型アップデートを出したの。おう、全部解決してくれるの？めっちゃ気になる。ストラクチャード、アウトプッツ、コンパクション、アダプティブ、シンキング、この3つをきなこもっちーのテック深掘り、今日も始めるよ。今日も一緒に深掘りしよまず3つの機能がどんな課題を解決するのか整理しようね。1つ目は JSON 出力の不安定さ。 AI に JSON で返してって頼んでもたまに形式が崩れてシステムがクラッシュしちゃうの。う。レシピ通りに作ってって頼んだのに、毎回違う料理が出てくるようなもんだよね。まさにそんな感じ。 JSON で返してって指定しても閉じ括弧が抜けたり余計なテキストが混ざったり。だから開発者はダミーのツールを定義して無理やり JSON 形式にするハックを使ってたの。ハックって言ってる時点で不安だな。実際多くの開発者がリトライロジックとかエラーハンドリングに時間を取られてたの。本来作りたいプロダクトじゃなくて、回避策のコードに時間使ってたんだ。もったいない。2つ目はコンテキスト、ロットと呼ばれる。長い会話を続けると AI が最初に決めたことを忘れちゃうの。さっき言ったじゃん。手なるやつだ。エージェントが何時間もかけてコードを修正してるのに最初の設計方針を忘れちゃうケースがあるの。そして3つ目は推論コストの硬直性。簡単な質問でも難しい質問でも同じだけ思考コストがかかっていたの。以前のエクステンデッド、シンキングだと思考にかけるトークン数を手動で設定する必要があったんだ。そう、タスクの難しさがわからないのに予算を決めるのはすごく非効率だったの。 1+1 を聞くのにも数学の証明を解くのにも同じ値段ってことを。そう、エクステンデッド、シンキングのバジェット、トーケンズを手動で設定しなきゃ。予想が外れたら無駄遣いか足りないかのどっちかだもんね。まさにそういうこと。この3つの構造的な課題を一気に解決したのが今回紹介する3大機能なの。じゃあ1つ目の機能、ストラクチャード、アウトプッツから見て。これは AI の出力を 100% 指定した JSON 形式に従わせる機能だよ。 100%？ ほんまに絶対崩れないの？仕組みが面白いの。制約付きでコーディングっていう技術を使ってるんだけどね。開発者が定義した JSON スキーマを内部でグラマーにコンパイル。そのグラマーに違反するトークンは物理的に生成できないようにブロックされるの。プロンプトでお願いするんじゃなくて出口で物理的に止めるってことを。そう、だからスキーマ違反は原理的に起きないの。 Python だと Pydantic モデル、TypeScript だとそっとスキーまで型定義すれば OK なんだよね。そうそう、 SDK が自動変換してくれるから正の JSON スキーマを書く必要。しかもミニマムみたいな未サポートの制約があっても SDK がディスクリプションに変換して補ってくれるのよ。2026年1月29日にクロード API で一般提供が開始され、対応モデルも幅広くてオーパス、ソネット、ハイク全部使えるよ。でもこれ OpenAI は2024年にもう出してなかった？確かに約1年半遅れではあるんだけど、クロードならではの独自の強みがあるの。エクステンデッド、シンキングとの統合ね。思考ブロックは自由に推論できて最終出力だけにスキーマ制約がか。頭の中では自由に考えて答える時だけルール通りってことか。もう一つ注意点があって、新しいスキーマを初めて使う時はグラマーのコンパイルで少し遅くなるの。毎回遅くなるのを。初回だけコンパイル済みのグラマーは24時間キャッシュされるから2回目以降は高速だよ。エラー処理も大事。 AI が安全上の理由で拒否した場合 JSON じゃない応答が返ることがあるの。安全性の拒否だけは例外なんだ。ストップ、リーソンを見るのが大。制約もあって1リクエストでストリクトツールは最大20個までだよ。2つ目の機能はコンパクション、コンテキストの自動アスク機能だよ。コンテキストって AI に渡す情報の量だよね。そう、
会話が長くなると過去のやり取りがどんどん溜まるでしょう。コンパクションは溜まった会話を自動で要約して圧縮してくれるの。ノート取るときに全部書くんじゃなくて要点だけメモするのと同じだね。いい例えだね。仕組みとしては入力トークンが敷地を超えると自動で発動するの。デフォルトの敷地は15万トークン、最小で5万トークンから設定できるよ。どのくらい圧縮できるの？サードパーティの検証では約 58% のトークン削減が報告されているよ。半分以上減るのはすごいな。対応モデルはオーパス 4.6 とソネット 4.6、2026年3月時点ではまだベータ版。ただし注意点もあるの。コンパクションの要約生成にも当然トークンが消費されるのよ。圧縮するのにもお金がかかるんだね。でもトータルでは安くなるの？長い会話を続ける場合は圧縮しないまま巨大なコンテキストを毎回丸ごと送り続けるよりずっとお得だよ。でも要約するってことは情報が失われるリスクもあるんじゃない？鋭いね。実際結論は保持されるけど設計根拠が失われることがあるって報告されてるの。だからメモリー機能と組み合わせて使うのがポイントなの。コンパクションが一時メモリの整理でメモリーが長期保存ってことだね。開発者はポーズ、アフター、コンパクションをトルーにすると圧縮後に内容を確認してから続行。自動で任せるか確認してから進むか選べるんだね。開発者に親切だ。ちなみにクロード、コードにはこの機能が組み込まれていてコンテキストの 75% くらいで自動発動する。クロード、コードではクロード .md の設定はコンパクション。そう、ディスクから再読み込みされるから大事なルールは絶対に失われないの。安心だよね。3つ目はアダプティブ、シンキング、推論の深さを動的に調整する機能だ。推論の深さってどういうこと？以前のエクステンデッド、シンキングでは思考にかけるトークン予算を開発者が手動で設定し、アダプティブ、シンキングでは AI が問題の難しさを自分で判断して思考量を自動調整する。テスト勉強で簡単な問題にはさっと答えて難しい問題にはじっくり考えるのと同じだ。開発者はエフォートパラメータで4段階のガイダンスを与えられるよ。マックスはオーパス 4.6 専用で思考に制限なし、ハイがデフォルト。どうに設定したら絶対に考えないの？いい質問。エフォートはソフトシグナルだからローでも複雑な問題なら思考するの。大事なポイントがもう一つ。オーパス 4.6 ではインターリーブド、シンキングが自動で言う。インターリーブドシンキングって何？ツールの実行結果を分析してから次のアクションを決めるツール間の思考のことだよ。ウェブ検索して結果を分析して足りなかったらもう一回検索するみたいな。そう、まさにそれ。以前は特別なベータヘッダーが必要だったけど今は自動で使えるの。 AI が自分で判断してくれるんだね。コストはどうなるの？思考トークンは出力トークンと同額で課金されるの。オーパス 4.6 なら100万トークンあたり20。たくさん考えるとお金もかかるってことか。面白い機能もあってディスプレイ、オミテッドを設定すると思考内容を非表示にできるの。ただし非表示にしてもバックグラウンドで思考は実行されるからコストは変わらないよ。見えなくてもお金はかかるのかよ。レスポンス速度は大幅に改善されるからユーザー体験の向上には効果的だよ。コスト節約したい人はミディアム設定で、精度重視ならハイ設定って使い分けるのがコツだね。ベンチマークもすごくてターミナル、ベンチ 2.0 で過去最高スコアを。考える深さを自分で決められるってほんまに賢くなったんだな。ここでこの3機能のリリースタイムラインを振り返ってみよう。1月29日にストラクチャードアウトプッツが一般提供になって API の型安全性がまず確保され、2月5日にオーパス 4.6 と一緒にアダプティブ、シンキングとコンパクションが同時に投入。2月17日にはソネット 4.6 がリリースされてコスパの良い選択肢も用意されたよ。オーパス 4.6 でエクステンデッド、シンキングのマニュアルモードが非推奨になったのもこのそう、バジェット、トーケンズの手動設定は今後削除予定って公式に予告されて、わずか2ヶ月で全部揃ったんだね。アンスロピックのリリースペースすごいな。さらに2月19日にメモリー、ツールとオート、キャッシングが一般提供になって
3月には 1M コンテキストもちなみに2月12日にはアンスロピックがシリーズ G で300億ドルを調達して評価額3800億ドルになったの。3800億ドル？めっちゃすごい額だな。この順番には明確な戦略があるの。1M トークンの広大なメモリを提供する一方で、そのコストを最適化するツール群もセットで用意したのよ。コンパクションで履歴を圧縮し、アダプティブ、シンキングでコスト最適化、さらにオート、キャッシング、1M コンテキストを無駄なく使いこなすための武器が全部揃ったわけ。大きな冷蔵庫を売るだけじゃなくて、食材の保存方法も一緒に教えてくれるようなもんだね。いい例えだね。まさにエコシステムとして設計されてるの。ソネット 4.6 リリース時にはコード実行機能も無料化されて、検索結果のフィルタリングも自動でできるようになったの。至れりことごとくセリじゃん。アンスロピックほんまに本気だな。開発者コミュニティの反応も見てみよう。ストラクチャード、アウトプッツはハッカー、ニュースで184ポイントをLLM 自動化の根幹なのに今までなかったのが異常という声が多かったの。日本の開発者からはマークダウンを JSON 出力に含めるとパースエラーになるケースが報告されてるよ。やっと来たかって感じだったんだね。まだ完璧ではないところもあるけど。コンパクションについてはオープン AI に同等機能がないとアンスロピック独自の競争優位として評価されてるよ。日本の製造業プラットフォームキャディはコンテキスト使用率 70% 以下を維持する運用指針を公開してるの。日本の企業も実践で使ってるんだ。アダプティブ、シンキングは適切なエフォート設定で約 40% のコスト削減が報告されている。日常作業はミディアム、複雑なデバッグはハイっていう使い分けが主流みたいだね。ただオーパス 4.6 で3分の執筆品質が下がったという声も。推論力が上がった代わりに文章力が下がった可能性があるってことを。あくまでコミュニティの感覚的な報告だけど、用途によってはモデルの使い分けが大事かもね。そして最も面白いのがこの3機能を組み合わせたエージェントアーキテクチャなの。アダプティブ、シンキングで深く考えて結果をストラクチャード、アウトプッツで構造化して長時間動くとコンパクションで履歴を圧縮して大事な情報はメモリーに保存する。ラグシステムでも使えるのを。もちろん簡単な事実検索には F をトロウで即回答、複雑な分析にはハイで深く考えるって使い分けができるの。同じ API エンドポイントで用途に応じてコストが自動で変わるんだ。これはすごい仕組みだね。3つが歯車みたいに噛み合って動くんだね。めっちゃ賢い設計だ。今日のまとめをしようか。ストラクチャード、アウトプッツで JSON 出力が 100% 保証されるように、コンパクションで長時間の会話もコンテキストを圧縮して継続できるようになった。アダプティブ、シンキングで AI が問題の難しさに応じて思考量を自動調整するようになった。これで JSON 壊れる問題もコンテキスト溢れる問題もコスト無駄遣い問題も解決だね。3つとも API 開発者にとって本当にめちゃくちゃ実用的で嬉しい機能だったね。導入の順番としてはまずストラクチャード、アウトプッツで型安全性を確保するのがおすすめだ。次にアダプティブ、シンキングのエフォートパラメータでコスト最適化して、最後にコンパクションで長期稼働に対。LLM が単なるチャットエンジンから自立型コンピュートプラットフォームに進化するための基盤、それがこの3機能なの。そういえば飼い主もクロード API でアプリ作ってるらしい。ストラクチャーのアウトプッツのおかげでバグ減ったって喜んでた。前はそんなにバグがあったの？それは聞かないであげて。でもコンパクションで長い会話も安定して続けられるようになったから、飼い主のアプリもきっと良くなるよ。アダプティブ、シンキングで無駄なコストも減らせるしね。飼い主にも教えてあげ。みんなはクロード API 使ってる？3つの新機能のうちどれが一番気になるかを開発者じゃない人にとっても AI アプリがどんどん賢く安くなるってこと。そうだね。裏側の技術が進化すると使う側の体験もどんどん良くなるから。クロード API の他の機能も別の動画で深掘りする予定だから楽しみにし。この動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。通知オンにしてくれたら関連動画も見逃さないよ。バイバイ。またね。